こんにちは、オリーブです。実は家を引っ越しまして、ガレージが新しくなったんですけど、物がいっぱいあるので片付けていく動画に今回はなっています。どうぞお楽しみください。今状況としてはこんな感じで、なんか物が溢れてますね。で、2階の方もあります。で、隣の方にも倉庫があるので、ここも壊れてるんですけど、こちらもガレージとして使えるようにしていきたいと思います。こちらの方は自分の趣味の部屋として作っていこうと思います。で、こちらのこじんまりした方は奥さんの趣味の部屋を作っていこうと思っています。今日はとりあえずこちらですね。小さい方から片付けていきます。なんだろう、レプリカ。こういう鉄は売れるか持って行ってみます。やったことないですけど。これは昔よく売っていた健康器具の自動電子治療器みたいですね。年代物の砂糖も出てきましたね。色が変色して茶色くなっていますね。この赤いボックスは小型の洗濯機みたいですね。何かに使えるかもしれないので取っておきます。炭を大量に発見しましたね。これは後で使えそうですね。こちらは箱型の換気扇ですね。簡易的なビールサーバーも発見しました。オリーブは下戸なので飲めないんですけど、奥さんがお酒が好きなので取っておいて何かに使いたいと思います。一体何があったんだ。ガレージにしようと思ったら地面に穴が開いてますね。はい、見ての通り地面に穴が開いていて水も溜まっていたので、近くにあったヘルメットにホースみたいなやつですねを結んで水を排出していますね。何これ。いや、やばい。だからこれは穴開けたんじゃないの？なんで俺どうやって開けんの？どうやって穴開いてたの？これこのまま。あ、これ避けたら。なってたの？だから多分なんでこんなこれ見てみると分かるけど、空洞になってんじゃん。普通さ、土があって、砂利があって、コンクリートなんだけど、空洞だからでしょ。何も下にないから穴開いたんでしょ。あ、何も下になかったの？もともと普通土とかさ、砂利とか入ってんじゃん、当たり前だけど、でその上からコンクリートを流して、奥はそうでしょ。ほら、土と砂利になってるでしょ。ここは何もないじゃん。こんなことあんだ。びっくりしたんだけど。これは何やってんの？水を保ってたんですよ。水抜きをしてたの？そう、水順調に手で。手で？なんか方法ないのかな？いい方法ないんじゃないあんまり。あとは石油のやつみたいなので取るしかないよ。で、とりあえずこれを抜いて、砂利を入れて、だね。コンクリートを。これはひどいね。こうなってたんだ。今日は段ボール捨てて終わりにしようかな。はい、ということでガレージの穴を埋めるために砂が必要なんですけど、ジモティーでもらえることになったので、これから取りに行きます。砂もらってきたんで、これから穴埋めていきたいと思います。
はい、砕石買ってきたんで穴に詰めていきたいと思います。はい、ということで砂利をある程度敷き詰めたので、もともとある鉄筋を曲げて修正していきたいと思います。修正しても鉄筋が足らなかったりするようだったら追加して用意していきたいと思います。はい、ということでざっとですけど修正しました。まっすぐにはなってないですけど、しっかり固定すればないよりはマシかなと、強度はある程度出るかなという感じですね。本当はここの部分から鉄筋出てたと思うんですけど、今見た感じもうなくなってるのかな。ちょっとあるのかな。こっちの方なんですけど、溶接する場所ないのでアンカーを打ち込んでこの鉄筋溶接していきたいと思います。もう1箇所あるんで2箇所アンカーを打ち込んで溶接していきます。使うアンカーはこういうやつですね。参考テクノ製ドリルって書いてありますけど、ちょっと詳しくは分かんないですけど、こういうアンカーを使っていきたいと思います。この長さまでこのアンカーボルト埋まるので、深さもそれに合わせて穴を開けていきたいと思います。ドリルにこいつ付き合わせて目印つけておけばそこの深さまで掘ればいいと思うんで、目印をテープでつけていきます。これでアンカーの埋まる位置とテープの位置合わせたんで、ドリルでここまで穴を開けたらそこでやめればちょうどよくアンカーが埋まると思います。穴開けはインパクトドライバー使って穴開けていきたいと思います。下穴が 10mm ってことなんで 10mm の穴開けていきたいと思います。ドリル使っていきたいと思います。ハンマードリルじゃないと穴開けるのきつかったですね。予定を変更してアンカーは打ち込まずにそのまま溶接してつなげるとこつなげてコンクリートを埋めていきたいと思います。鉄筋をつなぐ結束線っていうのもあるんですけど、練習も兼ねて溶接で鉄筋つなげていきたいと思います。購入した溶接機は半自動溶接機のヒットボックスっていう名前の溶接機ですね。あともう一つは自動遮光面っていうんですかね、溶接する時にかぶる面ですね。これがアンテリっていうんですかねを購入したので、こちら使っていきたいと思います。はい、準備ができたのでサビを落としたら溶接していきたいと思います。初めてこの半自動溶接っていうのを使ってみたんですけど、結構適当にやってもしっかりくっつきますね。ガチガチにくっついてますね。よし、あとはちょっと片付けてコンクリ流していきたいと思います。はい、それじゃあこれからコンクリート作って流していくんですけど、これモルタルミキサーっていう機械なので、本当はコンクリートを作る機械ではないので、もしかしたら砂利とかが詰まって止まったりするかもしれないですけど、うまくいかなければ他の方法を考えます。それとすぐ乾くようにこの速乾剤使っていきたいと思います。ただまだこの粉のタイプの速乾剤が1袋余ってるので、これ使い切ってからさっきの液体の速乾剤使いたいと思います。はい、今逆光になってると思いますけど、ミキサーでコンクリート作ったらそのままコンクリートを落とせるように配置しました。今ライト置いたんで画質多少はマシになったかなって感じですね。じゃあやっていきます。最初はですね、セメント1の砂2ぐらいでモルタルを作ってからちょっとずつ追加で砂利足していきます。
はい、こんな感じで、まずは大体でコンクリートを鳴らしていきますね。床で使う場合は、水を多めに入れて、柔らかめにコンクリートを作ると作業がしやすいです。ただし、入れすぎると強度が落ちてしまいます。なので、食べ物で例えると、シャーベットぐらいの硬さがちょうどいいと思います。はい、こんな感じでとりあえず穴埋めたので、この後表面をきれいにならすっていう意味とコンクリートが割れないようにっていう2つの意味で押さえっていう作業があるので、片付け終わったらその押さえをやっていきたいと思います。はい、じゃあ1回目ですね。裏がこうなってる木ゴテってやつですね。プラゴテなんて言ったりもしますけど、これを使って甘っていうのをあげるんですけど、甘をあげて同時にある程度平らにならしたら、こっちの金ゴテできれいに表面をならしていきます。1回目の押さえはこれでやめたいと思います。はい、ということで2回目ですね。ちょっと暗くなっちゃったんですけど、押さえていきたいと思います。はい、じゃあ最後の3回目の押さえですね、やっていきたいと思います。はい、朝になりまして、仕上がりはこんな感じになってますね。はい、いかがだったでしょうか。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。これからこっちの裏の方にもまだ空間があるので、こちらを片付けたり、あと入り口の段差になっているところにコンクリでスロープを作っていこうと思っています。チャンネル登録と高評価をしていただけたらすごく励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。